発想ざっくり解説劇場です。どうなる技能実習制度ということで、2回目となる今回は技能実習制度の歴史ですね、ちょっと語っていきたいと思います。で今回ですね、特に1990年ぐらいのところまではこちらの参考文献をかなり参考にしています。で外国人労働者受け入れと日本社会というタイトルで、サブタイトルは技能実習制度の展開とジレンマなんていうものなんですが、これ結構面白いんですけれども、お値段はですね、税抜き5600円ということで、専門書なんで結構高いんですけれども、ご興味ございましたら、概要欄に Amazon のリンクなんか貼っておきますので、ぜひご参考にしてください。はい。じゃあですね、ちょっとこちらざっくり解説していきたいと思いますが、まずですね、研修制度と技能実習制度の流れなんてやりましたけれども、右側が技能実習ですね、つながっている流れになります。で、労働者の受け入れですよね、実態としては。こちらは昭和40年ぐらいからですね、40年代から始まったと言われているんですけれども、もっと遡ると左側ですね、研修につながるような流れがあるんですが、これは純粋な国際協力ですよね。として、今でもJICA なんかがやっていたりしますが、在留資格研修につながる流れもあるんですが、右側のですね、労働者の受け入れとして技能実習につながるような流れとしては、1970年代ですかね、昭和40年代に始まったと言われています。で、もともと当時はですね、研修制度始まった頃というのは、自分の会社の海外の拠点から人を呼んでくるって、今でいう企業単独型というやり方ですよね。で、そういったやり方しかなかったので、当時はなかなか海外に進出するって大変な時代、今でも大変なんですけれども、より大変な時代だったので、大企業向けだったんですよね。で、中小企業、なかなか呼んでくるの難しかったので、でも中小企業でも、高度経済成長期ですよね、人が足りないので呼んでいきたいなっていうのがありまして、合法的な受け入れというのは探られていったという歴史があります。でそんな中で、1981年に入管法が改正されまして、で入管法の第4条第1項第6項の2っていう資格があったんですね。で当時は今のように別表第1第2とか在留資格がまとまっている部分がありますが、ああいったものはなかったので、4の1の6の2みたいな感じになっていました。ちなみに第4条1項の第 6号ですよね。その2っていうのはつかないものは留学ですね、今でいうの仕組みがあったので、留学生のア留みたいな感じですね。そういった形で技術研修生という人たちを受け入れてくるようになったんだというお話ですね。でこの当時は資格が一つしかありませんので、国際協力を目的にやっている人たちも、実際は労働者受け入れを目的でやっている人たちもですよね、同じ資格で呼んできていたというのがあります。でその当時のですね、イメージちょっと書いてみましたけれども、送り出しと受け入れのイメージですよね、書いてみましたけれども、自分の会社の海外の拠点しか呼んでこられないと。中小企業、海外に拠点を持つのは難しい。どうするかっていうと、これはですね、中小企業が企業団体を日本で作るんですよね。で、団体、事業協同組合が今主流になってますけれども、任意団体なんかも当時あったそうです。で、団体を作って、で現地で向こうの人たちと合弁会社を作るんですよね。自分たちが関わる会社と。で、その合弁会社に就職してもらって、で、企業団体を通して各企業に配属されていくと。ちょっと色を分けてますけれども、要は同じグループの中で人材が移動してますよって形にしたわけですよね。で、これで、自分の会社の拠点からしか呼んでこられませんっていうのをクリアしていったっていうのがありますね。結構うまく作ったなとは思うんですけれども、一つ一つの企業は海外進出していないんだけれども、関連会社が現地にありますよっていう形を作ったわけですよね。で、これが今の管理団体、挟む団体管理団体につながっていると言われています。で、こんな形でですね、外国人の受け入れというのは進んでいったわけですけれども、当時ですね、やっぱり景気が良かったので、人が足りないですよということで、どんどん人が欲しいですよって時代だったわけですよね。で、まだですね、その頃っていうのは、不法就労助長罪ってなかったんですよね。なので、不法就労した人はもちろんそれなりの処罰はあったわけですけども、受け入れた企業はですね、特に罰則なかったので、割と気軽に短期滞在の観光客とかですよね、フラッとやってきた人を雇ってしまったりとかあったみたいなんですが、そこはちゃんとやっていきましょうよということで、1989年に入管法が改正されています。で、ここで不法就労助長罪なんかもですね、できたわけですけれども、この改正によって、在留資格の研修というのができたんですね。改めて研修が整備されましたよという。ここはですね、結構大きな境目になっています。でここで1年間。で、国際協力の人なんかは本当に、非実務なんて言い方しますけれども、研修ですね、技術を学んでいくというのがあって。で、右側の労働者受け入れの人たちは、非実務の研修も必要なんですけれども、実務的な研修も合法的にはっきりと明確にできるようになりましたよってことですね。
で、ここで1990年の改正で研修という在留資格ができたわけですけれども、その直後にですね、法務大臣の告示というのが出されまして、でそこで団体管理型ですね、今でいう。その管理団体を通して、海外から人を呼んでくるっていうやり方が正式に認められたというのがあります。だから法改正ではなくて、告示というので団体管理型が作られたんですね。で、当時は、研修はですね、非実務の研修、座学なんかも含めて1年間だったんですよね。いろいろこう手続きを踏んで外国から呼んできても、実際1年も働いてもらえませんということだったので、もっと長く働いてもらいたいって正直あったわけですよね。で、長期化していくっていうところで、どうなったかというと、やっぱりですね、これ法改正ではなくて、法務大臣の告示で、1993年ですね、技能実習という制度が生まれるんですが、当時はですね、技能実習という在留資格ではなくて、特定活動の一つだったんですね。で、特定活動の一つの類型として技能実習というのがあって、で、研修が終わった後ですね、プラス1年間日本で働けますよという、これはもう本当働けます。労働者として扱われることになるんですね。逆に、研修の時代っていうのは、時期ですよね。1年目は労働者じゃないとなったんですね。で、2年目、特定活動に移ると、晴れて日本の労働者として認められるみたいな、そんな仕組みでした。このですね、特定活動、合わせて2年間ですよね、実習やっていたわけですけれども、もっと長くしたいという声があったわけですよね。で、そこで、やはり告示の改正で、1997年ですよね。特定活動が2年、全部で3年以内っていう仕組みになりました。研修含めて3年以内と。で、ただですね、プラス1年追加されたんですが、依然として、1年目は研修ですよっていう状態が残ったんですよね。労働者じゃないと。で、労働者じゃない、どうなるかっていうと、労働基準法とかですよね、他の労働関係の法令含めてですけれども、適用されない、要は保護されないんですね。最低賃金なんかも保障されなかったりですよね。労働時間の上限なんかも守られなかったりというのがありましたので、これは良くないなということで、きっちりと労働者の受け入れっていうのはそれはやっていかなければいけないよなということで、これですね、2009年に入管法が改正されて、で翌年2010年から始まったんですけれども、研修と技能実習別物になりました。で、新しい制度ではもう1年目から労働者として扱いましょうということで、研修という期間がなくなったんですよね。やっぱ入国後講習というのは受けるんですけど、その後に配属されて、最初からもう技能実習1号、そして技能実習2号というですね、1年目と2年目3年目を分けたんだと。で、研修だったところが技能実習1号になって、で、特定活動だった部分は技能実習2号という。で、いずれにせよ3年間ですね、全体が労働者として保護されるような状態になったんだということです。で、これで、労働者としてしっかりと保護してやっていきましょうとなったんですけれども、なかなかですね、結局労働者の保護が実現していなかった部分があったわけですよね。技能実習生の保護と。で、そこで2016年に技能実習法ですね。外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律というのを作ったんですね。で、これで現行制度が2017年の11月から始まったということになります。はい、ですから、研修から始まってですよね、だんだん長期化してきて、で研修プラス特定活動、さらには技能実習という仕組みになったんですが、それだけではやはり足りない部分があったので、プラス技能実習法というのを作って、しっかりと実習生保護しながらですよね、受け入れていきましょうという仕組みになったのが現行の制度になります。はい、で、現行の制度はですね、しっかりと技能実習生を保護するために、受け入れ側が守らなければいけないルールというのは厳しくですね、設定されているわけですが、厳しくやっていく面もあるんですが、ただそれだけではなくて、しっかりと実習を行っている企業はもちろん優遇していきますよということで、技能実習プラス2年間ですね、3号というのが追加されています。4年目、5年目まで受け入れできるようになったというのがあるんですよね。で、これで最長5年間ですね、実習を行うということができるようになったんですが、さらにですね、長期間日本で働いてもらいたいですよなんて要望ももちろんあったわけですよね。で、その要望に応えるために、できたのがですね、特定技能という新しい制度になります。その要望だけじゃないんですけども、他の業種なんかでも受け入れしたいなといろいろな要望が重なって、で、正面から労働者を受け入れていきましょうということでですね、技能実習とは全くの別枠で特定技能という仕組みができましたということで、このですね、特定技能に関しては次回の第3回ですね、特定技能制度とはというところでお話ししていきますので、今回技能実習の歴史としてはですね、以上になります。研修制度から始まって、国際貢献というのを前提としつつですよね、だんだん長期化されていったんですよなんてお話をさせていただきました。はい。ということで、今回のお話ですね、参考になったなという方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンですね、押していただけると幸いでございます。はい、ということで、今回も
最後までご覧くださいまして誠にありがとうございます。